皆さんお元気でしょうか？数字と申します。ついに始まりましたからかい上手の高木さん3期。もう一言で言うと、最高でした。高木さんが可愛すぎる。今まで以上に可愛いけど、今までもずっと可愛いけど、もう高木さんの可愛いシーンが多すぎて可愛すぎて涙が出るぐらいに可愛かった。ストーリーも今までのファンからしたらたまらない内容になっていたと思います。今回は高木さん3期1話の感想を語っていきたいと思います。よろしくお願いします。多分めちゃくちゃ長くなっちゃうと思うんで、いくつかのパートに分けて解説していきたいと思います。記念すべき3期1話の最初の話、握力のやつでした。開幕直後3期の高木さんが登場します。はい、もう可愛い。この時点で高木さん3期、大成功と言ってもいいのではないでしょうか。もう高木さんが可愛いってだけでこのアニメを見る価値がありますからね。そこからさらに高木さんと西方の尊いやりとりやニヤキュンなエピソードが積み重なってもう感情がね、もう大爆発すること間違いなしです。では高木さん最初のセリフ、それは、ねえ西方、何してんの？でした。1期の時も2期の時も全く同じセリフから始まってるんですよね。3期のセリフも全く同じセリフ。これは前、西方役の梶裕貴さんがインタビューでおっしゃってたんですけど、変わらない良さがそこにはある。いや、まさにね、こういうことだと思います。3期の1話、一番最初のセリフが、高木さんと西方のいつものやりとりからスタートするっていうのはね、すごく安心感がありましたね。もう高木さんの作品の良さっていうのは、一つはこの変わらない関係、普遍性っていうところもあると思うんですよね。僕個人としては、一番最初のセリフがいつものやりとりだったっていうのはすごく安心感がありました。変わらない良さがそこにはある。本当にいい言葉だと思います。梶さん天才。すごく長くなりそうなんで次に行きましょう。次はオープニング映像がもうすごい。いや、3期オープニングマジで神でしたね。オープニング映像だけでめちゃくちゃ語れるぐらいに内容が濃かったですね。なので、ものすごく端折って話していきたいと思います。大原ゆり子さんの主題歌、まっすぐが流れたと同時に、一発目のカットがまさかの高木ちゃん。これめちゃくちゃびっくりしませんでしたが、僕はめちゃくちゃびっくりしました。原作のね、15巻の表紙が高木さんと西方の幼少期のシーンなんですけど、ランキング回ですね。いわばからかい上手の高木さんゼロと言っても過言ではないエピソード。これを一発目に持ってくる。これ原作だと1話だけ書かれた話なんですけど、アニメだとなんかもうちょっとオリジナルエピソードとか、オリジナル展開とかを持ってきそうな気がしてならないですね。実は高木さんと西方の過去にこんなことがありました、みたいな展開も作れそうなんで、そこも期待ですね。純粋にこの話、15巻のこのランキングの話もそうやし、おまけのエピソードが僕ものすごく好きで、よかったらそちらもぜひ読んでみてください。さて、オープニング映像では、もう1期2期以上に舞台である小豆島の殿庄町の風景がふんだんに使われていました。3期は今まで以上に小豆島の景色がフューチャーされてるみたいなんで、聖地巡礼的にもはかどりそうな予感がします。めちゃくちゃ楽しみです。いや、小豆島行きたいなぁ。1期の時もそうだったんですけど、3期のオープニングでもサビの部分でエンジェルロードを手を繋いで渡る高木さんと西方が描かれていました。このエンジェルロードは大切な人と手を繋いで渡ると願いを叶えてくれるって言われてるスポットなんですよ。シチュエーションがもうエモいって言うんですけど、もうこれ見てください、これ。この手、高木さんと西方の繋いだ手がハートの形してんのエグくないですか？天才すぎませんか？神じゃないですか？マジで天才すぎてね、びっくりしました。2期の最終回で高木さんと西方が手を繋いで、その後やと思うと、なおさらなんか、いいなと思いますね。で、サビのカットなんですけど、めちゃくちゃびっくりしました、僕。この左の方でデートしてる北条さんと浜口カップル、これも原作だといろんなエピソードがあって、そこも楽しみなんですけど、真ん中でギター持ってるこの女性、どう見ても大原ゆい子さんじゃないですか。本人のミュージックビデオの方も小豆島で撮影しているんですけども、その映像とオープニングのエンジェルロードで歌ってるこの姿がリンクしてんのものすごいサプライズでめちゃくちゃびっくりしました。びっくりしすぎてね、ちょっと初見ね、めっちゃ泣いてましたね。もう個人的にも大原優子さん大好きなんで、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね、そういう意味でも。でね、右に8割の猫ちゃんがいるんですけど、この猫ちゃんがね、またね、ものすごくね、ちょっとね、来るものがあったんですよね。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、実際に小豆島のエンジェルロードに、もうずっといた野良の猫ちゃんなんですよね。タエちゃんって言うんですけど、
地元の小豆島の方や観光客の人たちにすごい人気で、近寄っても逃げないんですよね。もうすごいどっしりとした風格の漂う猫ちゃんで、僕も写真ちょっと1枚お願いしますって言って撮らせてもらったこともあったんですけど、この猫ちゃんがね、2021年に虹の橋を渡ってしまったんですよね。でもこうやって作品の中に登場してくるっていうのはやっぱりスタッフさんも愛していたんだなと思うと、個人的にね、すごく来るものがあります。そんなこともあって、初見の時はね、ちょっと涙が止まらなかったんですけど、純粋にね、高木さん可愛すぎるっていうのもね、もちろんあるんですけど、で、最後ですよ。このフェリー上で、風に煽られた高木さんの帽子が飛んでいって、西方が拾って被せるシーンからの、照れ隠しのような体をコツンってするところがもうこれ付き合ってんじゃんもうこれをね、青春と呼ばず何と呼ぶ。青春の具現化ですよ。もう辞書の青春ならにこの画像をね、挿入してほしいぐらいにね、ものすごくね、青春ですね。もう、一期の4話かな。私も青春したくてねって言ってたんですよね。もうその高木さんの願い叶ってんじゃんって。もうそういうのもね、一期からどんどん積み重なっていた二人の関係性を描いてるようでね、もういやーもうね、いいね、良すぎてね、もう涙出てくるわ。いや、まだオープニングですよ。もう時間がいくらあっても足りないんで次行きましょう。次は、西方にとって高木さんとはというのをちょっと考えてみようと思います。オープニングの後、A パートの握力のやつに戻るんですけども、このサブタイトルの絵、これが山本先生っぽい絵柄でめっちゃいいんですよね。本人なのかなちょっとわかんないですけど。高木さんの髪が美しすぎるんですけど、やばくないですかこれ。ストーリーとしては、西方のギュムギュムするこの握力のやつのペースに合わせて、高木さんがね、カウントしていくっていう。で、西方が負けるもんかーって言ってね、頑張るんですけど、西方の腕が崩壊する前にカウントをやめてくれる高木さんはね、優しいですね。で、そこから高木さんが不意に手を差し出すんですけども、2期最終回、そして2期のテーマでもあるのかな、距離感、手をつなぐにつながるシーンですね。それをね、3期1話の最初に持ってくるっていう構成がもう素晴らしいと思います。いや、高木さんって作品はね、本当にね、ストーリーの展開がね、めちゃくちゃいいんですよね。ストーリーのつなぎ方っていうかな。そういうのがね、すごいね、よくできてます。で、原作だとこのままね、握力勝負をして高木さんがね、勝つっていう展開なんですけど、今回アニメではオリジナルの展開がね、来ましたね。しかも超展開っていう、手を繋いだ高木さんが急に、浴衣姿なぜ前回上げた動画で、正直ね、夢じゃないかなって話をしたんですけど、夢回ではないんですけど、当たってましたね、まさかの。やったー。いや、ここからね、夏祭りのシーンに持っていくっていうのは、2期の最終回を見たファンならもうたまらない展開だったと思いますね。スクビズの高木さんがね、登場したり、謎に女神姿の木村が登場したりね、いろいろありましたけど、高木さんをね、追いかけるシーンが続きます。でもここで特筆すべきはもう高木さんでしょう。何このコスプレ。可愛すぎるんですけど、喧嘩売ってんの？これもうなんかぬいぐるみにしてほしいわ。グッズ化してほしいわ。即買うわ。このもう言ってる高木さん、えぐくないですか？可愛すぎでしょ。それもこれも、全部西方の夢の話やからできたってことなんでしょうね、きっと。なんだよ、夢落ちかよってね、最初はね、思ったんですよ。僕ね、夢落ちね、正直ね、好きじゃないんですよ。もうやりたい放題ですからね、夢って。って愚かな僕はね、最初思ってました。でもこれすら、後々ね、関係してくることになるとは思わなかったです。マジでね、ストーリー、天才。これ西方の夢だと思って見返すと、この夢って男子ね、めちゃくちゃ登場するんですけど、女子は高木さんしか登場しないんですよね。てっきり3期1話だから、オールスター的な感じで、北条さんとか、すみれちゃんとか、三人娘とか出てくるのかなと思ってたんですけど、そういうキャラクター全く出てこなくて、女子はね、高木さん、キュンコはね、また別ですけど、しか出てこないんですよね。夢占いでは、追いかける夢っていうのは、目標や求めているものを表しているそうなんですよ。ということは、西方にとって夢の中で高木さんを追いかけるっていう行為。これはすなわち、西方の深層心理をやっぱ表現してるんじゃないかなって。この夢を見てるのも、夏祭りの後すぐの話なんですよね。なんであの時、高木さんを追いかけたっていうこの思い出、これも夢にリンクしているんじゃないかなと思ったり、間違いない事実だと。で、夢だと分かった西方。あれもしかして昨日の夏祭りもっていうシーンがあるんですけど、この後夏祭りが夢じゃないっていうのに気づいて、ほっとした安心した表情をするんですよね。この表情がね、いいですね。やっぱり西方の心の中にあの夏祭りは思い出として残っているんだなっていうのを思い知らされるシーンだと思いました。
その後、高木さんめみたいな感じの時に、この握力のやつギュムギュムするのと同時に、右手もギュムギュムしてるのね、可愛いと思いました。細かいですね、すごく。感心しました。続いては、高木さんと西方のニュートラルな関係性。では、B パートに参りましょう。B パートはね、日焼けでした。この、西方ってのいいですよね。一期の時に、待ち合わせをして、学校以外で会った初めての時も、こんな感じでしたね。この昔の映像を踏襲するっていうのは、個人的には大好きなんで、あの時もそうだったなっていうのがね、思いましたね。で、夏祭りの後だから、西方はね、やっぱ恥ずかしげなんですよね。で、ここでポロッと、西方の夢に高木さんが出たっていうのはね、言っちゃって、で、この高木さんの嬉しそうな顔がね、またいいですよね。超可愛い。めっちゃ可愛い。で、まあ、このパートで一番ね、もうびっくりしたというか、やってんなーと思ったシーン。もう間違いなく全員そうだと思いますけど、高木さんの日焼け跡チラ見せシーンですよね。何この破壊力。もうね、日焼け大好き人間なんで、はい。もうこれはね、性癖なんで仕方がないです。ありがとうございます。ごちそうさまです。いや、これはね、破壊力えぐいですね。視聴者サービスというか、まあ、西方サービスですね。西方サービスがね、えぐい。一期の時の水機械もね、とんでもない破壊力だったんですけど、それに匹敵するぐらいのこのチラ見せ。いやーね、高木さん、作しすぎるよ。もう絶対にね、分かってやってんでしょう。でもね、こうやってね、日焼け跡を見せるのは、こんな大胆なことをするのはね、西方だけなのがいいですよね。もう西方だけの特別だからいいんです。で、この後に二人でね、勝負をするんですけども、ここら辺の西方のコミカルな動きとか演技、さらに磨きがかかってるんじゃないかなと思いました。いや、梶さんのね、西方感覚は本当にね、すごい。まあ当たり前のことですけども、西方は梶さんにしかできないなってね、やっぱ思いますね。梶さんでよかった。ですよ。楽しそうにからかう高木さんと、からかわれまいと考える西方のやりとり。一期の頃からずっと続いているこの関係性を表している穏やかなシーンだと思ったんですよね。一期、二期、三期と時を経て高木さんと西方の距離感がどんどん縮まっていくのはね、これは事実だと思うんですけど、それでもこうやってからかわれるっていうね、ずっと続けてきたニュートラルな関係性。それをね、三期でもしっかりと描いてて、からかい上手の高木さんはこういうのだみたいな、新規の人にもぜひ見てほしい。そういうエピソードだと思いました。で、B パート最後、高木さんが言うんですよね。私の夢にも西方出てこないかなって。まあまあ何気ないセリフだと思うんですけど、さっきの西方の夢といい、ここでやっぱ降ってくるんですよね。さて、では高尾と木村を置いといて、三人娘パートですね。この三人どんどん可愛くなっていきますよね。しつこいようですけど、日焼けがね、好きなんですよね。日焼けっ子。なんでね、さなえちゃん超可愛い。もうさなえちゃんはね、いや、めちゃくちゃストライクですね。で、みなちゃんはいいキャラをしてるんだ、今回も。こういうゆかりちゃんをね、からかってるみなちゃんの表情がね、すっごいいい表情してる。生き生きしてる。あとね、みなちゃんのお尻めっちゃ可愛いですね。もうスタッフさん分かりすぎてるわ、これ。このピーンと張ってるみなちゃん超可愛いじゃん。やばいじゃん。なんか言ってること変態みたいやわ。さて気を取り直していきましょう。高木さんの願いが叶うとき。C パートはアニメオリジナルエピソード新学期でした。西方は高木さんに会って早々、びっくり箱を渡すんですよね。ダイナソーってネタバラシしながら渡す。しかもダイナソーの意味分かってない西方がね、とても可愛かったです。で、まあここで勝負をするわけなんですけど、このわーっていうね、高木さんがね、超可愛いですね。一期の時に、生垣からわーっと出てくる高木さんをね、彷彿とさせるような、とても可愛らしいテンションでしたね。テンション高い高木さんはめちゃくちゃ可愛いですね。で、見てる側としては、ダイナソーってどういうことって思いながら見てたんですけど、高木さんがびっくり箱を開けた瞬間、まさかの展開が、恐竜の大輪が咲くわけですよ。まさかの花火。って思いましたね。で、思わずわって高木さんが驚くんですけど、負けちゃったって小さくつぶやくのも、高木さんが本当に驚いてるんだなっていうのをうまく表現してると思います。さすが高橋理恵さん。で、さらに追い打ちをかけるかのように、夜空にはまばゆいほどの花火が打ち上がるわけですよね。高木さんがね、わーって簡単な声を漏らすんですけど、この驚きのテンションの上げ方っていうんですかね。1回、2回、3回のわーがね、高木さん嬉しいんだろうなーって。高木さんがすごく感動してるのがね、よく伝わってきます。あの夏祭りの日に叶わなかった願いが叶った瞬間だと思いました。で、さらにそこから超展開ですね。いつの間にか夏祭りの階段に立っている二人、手を差し出す高木さん、その手を西方が掴もうとすると、辺り一面に桜の木が、これが PV のとこだったんですね。で、西方が途中何かを言いかけた瞬間に高木さんは桜吹雪に包まれてそのまま光の中へ。
というわけで、高木さんの夢も覚めましたということで、またしても夢落ちです。1話で2度夢落ち。でもね、ただの夢落ちじゃないんですよね、きっと。もう全部僕の妄想ですけど、2期の最後に叶わなかった西方と一緒に花火を見るっていうこと、この心残りが高木さんの夢となって現れたわけですよね。で、日焼けの時の私の夢にも西方出てこないかなっていうセリフ。すべてが高木さんの夢に繋がってるとしたら、もう高木さんと西方の心情をね、視聴者の僕たちにはっきりとわかる形で、3期の1話で提示する。いや、僕は脚本の素晴らしさにね、感動すら覚えました。1期があって、2期があって、3期の1話がある。2人の関係性がどんどん続いていく中で、距離感が近くなっていく上で、今の2人の心情をはっきりと表した、そういう夢だったんじゃないかなと思います。なので、これをただの夢落ちというにはあまりにももったいないような、夢が夢で終わらないような、意味のある夢落ちだと、すごく感じました。で、その夢から覚めた高木さんの表情がこれですよ。もうこの幸せそうな顔を見てるだけでもう、なんかね、来るものがあります。はい。もうこの高木さんの表情が全てを物語っていますよ、本当に。もう本当にずっと見守っていたくなるような、そんな作品だと改めて思いました。3期の1話、高木さんの西方への思い、西方の高木さんへの思いも垣間見える最高の1話だったと思います。そして C パートの最後、びっくり箱を見ながら高木さんがちょっとね、頬を染めながら、これでおあいこってつぶやくのが、最高に可愛いです。最後のシーンが高木さんの笑顔で終わるってのは素晴らしいですね。そして最後、今まで以上に高木さんの気持ちを表すエンディング。さてラストはエンディングです。今までいろんな曲をカバーしてきた高木さんのカバーソング。今回は大竹栄一さんの夢で会えたらでした。いやー、スーパー名曲ですね。調べてみたらかなり古い曲なんですね。1976年に発表された曲なので、もう45年くらい前の曲なんですね。超余談ですが、ツイッターで実況してたら、なぜか的中してしまいました。いやー、やったー。全体的に穏やかでキャッチーなサウンドになってて、高木さんの爽やかで明るい歌声が、すごく可愛らしい仕上がりになっていますね。寝てる時に聞くと、すごくいい子守歌になるんじゃないかなって思いますね。で、やはりこれは中盤の高木さんのセリフですね。原曲でもセリフがあるんですけど、高木さんの甘くて優しい声で紡がれる言葉がすごく可愛いです。ほれほれ西方早く抱きしめてやれよってね、煽りたくなります。で、今回エンディングの絵一つ一つがいいですね。サビの桜吹雪の中で髪をかけ上げる高木さんが美しいの一言。もうこの世の美の象徴じゃないかというぐらいの美しさ。もうクレオパトラ、楊貴妃、小野小町、高木さんってね、もう世界4大美女に認定してほしいぐらいの美しさですね。いや、本当に高木さんが可愛かった。もう最高の1話でした。かなり走りましたが、以上で3期1話の感想とさせていただきます。もうこれは間違いなくファンが待ち望んでいた期待を裏切らない最高のスタートだったと思います。ただ一つ気になる点を挙げるとするならば、初めて高木さん見た人どう思ったのかなかなり突拍子のない夢の話が続いたんで、それだけがね、ちょっとね、不安です。感想とか教えていただけると嬉しいです。また皆さんのこのシーン良かったっていうのとか教えていただけると嬉しいです。監督さん曰くインタビューの時に2話はなんかすごいらしいっていうのを言ってたんで、来週の2話すごく楽しみにしております。来週からも感想動画上げていこうと思いますので、気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでお付き合いいただきありがとうございました。スージーでした。じゃあね。